どうもマストです。台湾に移住して5年が経ちましたということで、今回の動画は台湾移住のお話になります。でこれ今撮影してるのが2025年の4月になるんですけれども、2月ですね。台湾に移住して丸5年が経ったということで、今回は改めて台湾移住の振り返りをちょっと撮れたらなと思っています。で僕が確か移住して1年半経った時ぐらいですかね、同じような台湾移住について振り返る動画っていうのを撮ったんですけれども、ありがたいことにあれは今でもすごく見られ続けているような動画になってまして、なんか僕が想像していた以上に台湾移住に興味ある方がいらっしゃるんだなっていうのが、その動画を公開したことで分かりました。ただ結構だいぶ前の話なので、なんか動画としてはちょっとだいぶ古いものになってるので、今回5年経ったっていうことで、前回と同じようにいくつかの観点から、台湾の生活をちょっと振り返っていけたらと思って、今回動画を回しています。はい。なので、今回の動画もこれから台湾移住を検討されている方の参考になればと思って、今回お話ししていきたいと思います。まず本題に入る前に、なんで僕が台湾に移住したのかっていうところのお話なんですけれども、もともと僕は大学卒業してから新卒で東京のウェブマーケティング会社に3年半働いてました。でもともと旅好きやったってこともあったので、その後に東南アジア一周したり、インドスリランカ縦断したりで、その後は日本転々としながら仕事したりみたいな生活をしていて、で2019年の末に台湾に移住することが決まって、で2020年の1月末ですね、台湾に来たという感じです。でなんで台湾やったかっていう話なんですけど、振り返れば僕もともと大学時代に、中国の北京に短期留学させてもらったことがあったんですね。その時の留学の経験がきっかけで、他の中華圏の国に興味を持つようになって香港行ったり台湾一周したりしてたんですね。でもともとなんか旅好きやったっていうのもあって、自分がなんか海外で漠然と働いてるイメージっていうのがあって、さっき話した通り海外長期間いる時にいろんな国に行って、自分が移住するならどこの国やろみたいな感じで考えてて、タイとかマレーシアとかインド、台湾あたりを移住先として考えてました。そんな中台湾もありやなと思ってた時に、コロナでいよいよちょっと空港が閉鎖されて海外行けなくなるんじゃないかっていうような気配を感じていた時に、縁があってですね、2019年末に台湾に仕事で行く機会がありまして、でその時にやっぱり台湾で暮らしてみるのもありやなっていう、なんか漠然としていたイメージが割となんか目に見えて分かったことで、ちょうどその台湾にいた期間中に、自分が連絡した会社に面接も行って、でその時に受かってっていうような形で、もう結構トントン拍子に台湾の移住が決まったっていう流れになります。なので割と自分が海外移住とかを考え始めた時に、最終的に縁があったのが台湾だったのかなという感じです。はい。改めてここからは台湾に5年住んでみた感想をちょっとお伝えしていきたいと思うんですけど、今回は気候、食、住まい、働き方、金銭面、語学、交通面、治安とかですかね、そこら辺の観点からいろいろとお話ししていけたらと思います。今回は台湾移住っていうテーマでお話ししてるんですけど、僕が住んだことのある町っていうのが台北なんで、基本的には台北ベースでお話しさせていただきます。というのもですね、台中とか高雄とか他のエリアになった時に、なんかまたちょっと状況が違ってきてたりもするので、今回は台北ベースでお話しします。まず台北の気候についてなんですけど、日本と比べてそんなに明確に春夏秋冬の四季があるわけじゃなくて、一年中温暖で湿度が高いっていう感じですね。あととにかく雨が多いです。その時期によってはもう本当に1ヶ月ぐらいずっと雨なんちゃうかなっていうぐらい雨が続く日とかもあって、基本的にその撥水パーカーみたいなのと折りたたみ傘っていうのは常に毎日持ち歩いているような状況です。で暑さ自体はもう今は東京と比べてもそんな変わらへんのんちゃうかなと思うんですけれども、ただそれでもなんか夜は結構ジメジメしたり蒸し暑さが続くんで、やっぱりこの気候はなかなか慣れないですね。あと、湿度がめちゃくちゃ高いんで、やっぱり部屋によってはサーキュレーターとか、あと除湿機がないともうすぐなんかカビ生えてくるんで、もうそこは要注意っていう感じです。なんか僕も最初台湾に移住した時そういう話は聞いてたんですけど、大丈夫やろうと思ってたんですよね。
ただ実際こう住んでみたらもう湿度がすごくて、最初はよくスーパーとかで売ってるなんていうんですかね、なんか取り替え式のやつで大丈夫かなと思ってこういくつか買っておいてたんですけど、もうすぐ水吸ってダメになるぐらいで、やっぱりこれはちょっともう除湿機買わなあかんなということで、今はサーキュレーターと除湿機両方使ってます。であと僕の場合こう撮影機材カメラとかレンズあるんで、もうそれ一回ちょっとレンズにカビ生やすっていうのをやらかしてしまって、もうそれ以来防湿庫もちゃんとこう使って、カビ対策はめちゃくちゃしてます。はい。なので皆さんもこう台湾に住まれる方は、はい、もう湿度関連は気をつけてください。次に台湾の食についてなんですけど、僕もともと台湾グルメ自体は好きやったんで、食自体にあんまり困ったことはないですね。ただ台湾特有の八角とかローソン、あと小豆腐、あとパクチーとか、そういうのは僕苦手なんで、そういうのは今まで避けてきて生きてます。で何かあるとしたらなかなか野菜が取りにくいんで、栄養バランスが結構偏ってるなっていうのが難点ですね。なんか台湾の料理って僕好きなものって茶色系が多いんですよ。例えばチャーハンだったりルーローハンだったり、あとジーパイ、鶏肉ですよね。ああいうなんか脂っこいものが好きなんで、なんか食物繊維とかが取りにくいんですよね。で結構ああいうの食べ過ぎて腸が荒れることっていうのも結構多かったです。なので今はなるべくそういうのも食べないようにして、朝食はオートミールとかヨーグルトで、間食にプロテインとかはもう固定で摂取するようにしてて、で夜は時間があれば時々自炊するとかして、なんとかこう栄養のバランスを保ってるというような状況です。あとはズージュータンっていうバイキング形式でいろんなお惣菜を取ってこう食べるお店だったりだとか、あと鍋、火鍋みたいにこう大勢で食べるっていうよりかは一人鍋みたいなのもあったりするので、そういうのを食べに行って、はい、なんとか日々の栄養バランスを保っているという、調整しているという感じですかね。あとどうしても日本人やったらあるのが、日本食が食べたくなるっていうのはありますね。ただ今って別に海外どこの国行っても美味しい日本食って食べれると思うんですけど、もう値段が日本に、僕が東京で住んでた時の値段とはもう全然違うんですよ。多分リアルにラーメンとかもう 1.5 倍ぐらいするぐらい高いです。はい。ただやっぱり高くてもどうしても食べたくなることあるんで、僕は行くんですけど、その時にラーメン食べたいなと思って行っても結構行列並んでたりするんですよね。回転寿司とかもそうなんですけど、だからやっぱりこうフラッと食べたいなと思った時にすぐこう並ばないといけなかったりとか、すぐ食べれたりしないんで、それがやっぱちょっとストレス感じる時はありますかね。はい。で最初は結構だいぶ日本食食べるの我慢してて、食べるにもこう円換算で、これ食べたらいくらかみたいな感じでいろいろ考えてたんですけど、もう最近はもう円換算せず日本食の海外価格っていうのを受け入れてもう食べるようになりました。はい、次に台北の住まいについてですね。やっぱりこう海外移住した時に一番こうネックになってくるっていうのが住まい、住宅事情だったりすると思うんですけど、台湾もですね、日本よりはやっぱり僕にとっては結構探すのとか大変でしたね。で台北の住宅事情とかによっては結構前提条件が異なるので、今回は台北市内の一人暮らしの賃貸についてフォーカスしてお伝えしたいと思います。でまず台北の家賃に関しては日本と比べて高いです。で高いんですけど、物件のクオリティ自体はだいぶ日本より劣るなっていうイメージですね。で例えばなんですけど、僕が当時住んでた東京の部屋が7畳のワンルームでキッチンありでシャワートイレ別で7万円ぐらいだったんですけど、多分台北市内で同じクオリティの部屋に住もうとすると、最低でも10万円以上はしてくるのかなっていうイメージです。でそもそも台北市内の賃貸っていうのは安ければ安いほどよくわからない間取りだったりだとか、キッチンのない部屋っていうのが一般的やったりするんで、日本の賃貸事情とはちょっと大きく異なってくるんですよね。なので日本人の感覚からすると家賃が高いっていうよりは質に大きな差を感じるのかなと思います。なので日本と同じようなクオリティの部屋を求めるんやったら最低でも12万円以上、東京都内の賃貸の
1.5 倍以上はするかなっていうイメージです。僕の場合は台北の賃貸サイトとか見てみて、でおよそ日本と同じぐらいの感覚で住めるなって思うような物件は台北市内だと、2万元、日本円で約9万ちょいぐらいかな、9万円ちょいぐらいから見かけるなという印象です。ただ台北市内の、少し離れた新北市っていう町があるんですけど、そこまで出たら多少家賃は下がるのかなっていう感じです。ちなみに僕は今まで台湾に移住してから3回引っ越してるんですけど、台湾移住当初はソーシャルアパートメントっていうキッチンとかは他の人と共用でシャワーとトイレがある小さなワンルームの部屋で生活してました。でそこが家賃1万8,000元で、日本円でだいたい8万1,000円ちょいぐらいですかね。で移住2年目で台北市の隣にあるさっき言った新北市の広めのワンルームに引っ越しました。でそこは最寄り駅から歩いて15分ぐらい離れてたんですけど、家賃が2万2,000元で約9万、10万いかないぐらいですかねでした。で3年目は結構その新北市が遠かったんで、また台北市内の立地のいい場所に引っ越して、そこが今まで住んだところで家賃が一番高くて2万6,500元、日本円で約12万円ちょいぐらいでしたね。はい。そんな感じで僕も台湾に移住してからトントントンって何回か引っ越してるんですけど、台湾の賃貸探しは結構運とタイミングの要素はだいぶ強いなって思ってます。引っ越したいなと思ったら毎日もう賃貸のサイトと SNS 見て、でもいい物件を見つけたらもうすぐ連絡して内見のアポを取るイメージぐらいで探さないともう本当に一瞬でいい部屋なくなっちゃうんで、探す時はもう集中して探してましたね。はい。なのでもし移住検討される方はもう早い段階から普段から賃貸とか SNS 見て、いい物件があったらもうすぐ電話するなり LINE するなりして探しましょう。次に台北での働き方についてですね。まず日本人が台湾で働く場合って大きく2パターンあると思っていて、台湾の現地の企業で働くか、日系企業で駐在員として台湾で働くか、どちらかかなと思うんですけれども、いずれにしても台湾の就労ビザを取得する必要があります。その他にも配偶者ビザ、企業ビザ、ワーホリビザ、デジタルノマドビザとか、いろいろあると思うんですけど、今回は一旦そっちの話は除いてお話しします。で結構この就労ビザの取得条件とかを聞かれることが多かったんですけど、基本的に必要な学歴と職務経験っていうのは4年生大学の卒業者だと2年以上の職務経験で、高等専門学校または短期大学卒業者だと5年以上の職務経験が必要になります。で僕が面接とかさせていただいた時に新卒で台湾で働けるかって聞かれることが多かったんですけど、基本的に新卒は台湾では働けません。ただ台湾の大学卒業した方とかだと、新卒で台湾企業に就職することは可能です。でその場合は給与水準も台湾の方と同じ条件になります。このちょっと就労ビザ関連の話はかなり端折って話してるので、おそらく日本語教師を目指す方とかだと多分またいろいろと変わってくると思うので、そういったところは必ず自分自身で調べるようにしてください。で台湾の仕事の探し方とかに関しては基本的に現地採用の場合はまずイーリンス104っていう台湾の就職サイトを見て探すのが一般的です。でその他にも SNS、Facebook グループとかですかね、で採用募集の投稿とかもよく流れてくることがあるので、一般的な探し方は割と賃貸と似ている部分があります。ちなみに僕はウォンテッドリー経由で台湾の企業に就職しました。詳しくは別の動画に上がってると思うのでそちらを見ていただくとして、実際僕が台湾に移住してからいろんな日本の方ともお会いしたんですけど、本当に皆さんいろんな経路で就職されてます。なので本当に台湾に移住して台湾でも働いてみたいと思う方はいろんな日本の方と会ってみて直接お話とか聞いてみるのがいいんじゃないかなと思いました。で実際に僕が台湾で働いてた会社っていうのは当時社員が100人前後で、台湾人が9割日本人が1割ぐらいの、広告代理業だったり YouTube マネジメントをしている会社で働いてました。でベンチャー気質の会社だったんで堅苦しい感じも全然なくて、どちらかというと僕は前職の東京の会社とカルチャーは似てたんでそんなにすごい大きなギャップは感じなかったです。強いてあげるなら日本よりこの上下関係の境目とかがなかったので、
なんか年齢役職関係なく割とこうフラットにコミュニケーションをするっていうのが一般的でした。なので結構こう会議とかでもダイレクトに物事を言い合う環境だったので、なんかそれに慣れない方はちょっと最初辛いかもしれないですね。で僕自身もなんかそんなもともとめっちゃ言い合うタイプとかじゃなくて、語学とかも全然堪能ではないので、なんか自分の意見をこうしっかり言ったりとか、なんか報告したりすれば割とこう最初は苦しかった思い出があります。特に会議で発言しないといけない時とか、なんか会話のラリーとかをこう何度かする必要がある時はなんか割と辛かったですね。はい。あとは働き方みたいな部分で言うと、台湾では転職回数が多いイメージがあります。個人のライフスタイルをこう割と重視されてる方が多いなっていうイメージなんで、合わなければ割とすぐにこう辞める人は多かったのかなと思います。ただ最近の日本自体もなんかそんなような気がするので、あんまり別にそこにギャップを感じるっていうのも少なくなってきましたし、やっぱり会社によって全然環境って全く違うと思うので、就職する前に実際の会社の雰囲気ってどんな感じなのかなっていうのをこう直に感じておくっていうのはだいぶ大事なのかなと思います。台北の金銭面についてですね。でこちらはまず円安の影響とかでだいぶ物価が上がったんで、昔は1台湾ドル4円で計算してたのが、もう今は5円で計算した方が早いというか、5円で計算した方がだいぶ正確なんじゃないかなっていうぐらいにはなってきましたよね。で日本でも物価って上がってると思うんですけど、それでも日本にやっぱ帰国した時に感じる日本の物価の安さとか、あと商品サービスのクオリティの高さにはもう毎回感動します。昔は日本よりも台湾安いなと思ってたりしてたんですけど、もう今はもうそういうこと全然一切感じず、ただただ台湾の方が高いなって思うことの方が多いですね。なんか昔はこう日本から台湾に旅行した時に台湾安くていいなと思ってたんですけど、もうなんかそういうのはもうとっくの昔の話で、今はむしろ東京に住んでる時より出費も多いし、台湾高いなってただただ思ってます。今でも旅行に来た時に夜市とか行くと思うんですけど、夜市のものは安いし、あと台湾の B 級グルメですね、そういうのも別に高くなかったりするので、旅行に来る分にはまだ安いなとは思うんですけど、例えばその日本と同じような生活をするってなった時にやっぱりこう高いなっていうのは感じますね。そして台湾の給与事情についてなんですけれども、まず日本と比べると全体的には低いと思います。でちょっと調べてみたら、大学新卒初任給の平均月収で約3万5千元なので、日本円で約16万いかないぐらいですね。はい。ただこのデータは業種によって全然違うと思うので、IT マーケティング系の業種だと3万5千元後半ぐらいから4万元後半あたりからのスタートが多いのかなと思います。で外国人は現地採用の場合は就労規定で4万8千元なので約22万円ぐらいですねと定められています。でこっちも職種によって異なると思うんですけれども、現地の IT 企業に勤めてた自分の経験からすると、最初は5万元から6万元ぐらいから始まって、30代の僕と同じ同世代の人とかだと今は7万元から8万元以上もらっている方が多いのかなという印象です。就労規定によって日本の方は台湾の方より給料が高い状態でスタートすることが多いと思うので、その分働き方がだいぶシビアに評価されることはあるなと思います。はい、なので結果重視で判断されることは結構多いのかなと思います。ちなみに数字だけで見ると、さっきお伝えした通り台湾の方の平均月収は低く感じるんですけど、なんか僕の周りにいる方だとなんか副業してる方も多くて、トータルの月収はそんなあまり日本と差はないように感じますね。特に学生の頃から投資の勉強とかする方も多くて、金融リテラシーは結構日本よりも最初移住した時は高いのかなっていう印象を感じました。いずれにしても、もし台湾移住を検討されている方で金銭的な優先度が高い方は、駐在員として就職を目指すか、そもそも台湾で働くっていう選択肢は外した方がいいのかなと思います。もしくは別で収入を得る方法って今はいくらでもあるので、そういった別の収入先を確保する必要がありそうです。次は語学面についてですね。
台湾では台湾ファーユーっていう言語が主に話されていて、台湾ファーユーっていうのが基本的に中国語ベースなんですけれども、反対字活、台湾独自の言い回しとかイントネーションがあって、中国で話されてる中国語とはちょっと違います。で、僕自身はもともと大学で中国語を勉強してたり、北京に短期留学した経験があったんで、最初はよく使われてる単語とか発音が違って、結構台湾の発音とかに慣れるまで少し時間がかかりました。あと住んでてよく耳にするのが台語ですね。で、こちらはよく年配の方同士が会話されてるのを耳にします。その他にも台湾にはいろんな言語が存在するんですが、今回の動画では省略するので、もし気になった方は調べてみてください。で、僕の言語面に関してなんですけど、もともとは大学で中国語を学んでたりだとか、北京にも留学させてもらったりしたんですけれども、もう社会人になってから7年間ぐらいは全然話さなかったので忘れてしまいました。はい。で、再びまた言語に触れる機会が訪れるわけなんですけれども、実際台湾の会社に就職決まってから台北に移住するまで1ヶ月ぐらい時間があったんで、その1ヶ月間で、大学の時に使ってた文法書を取り出して文法だけは学んでいきました。で、実際に移住してからは、言葉が通じない状況っていうのは多々あるわけですけど、その状況はやっぱり辛かったですね。皆さんも海外旅行行かれる方なら経験したことあると思うんですけれども、実際聞き取れないから答えられないっていうのはもちろんなんですけど、言いたいことが頭にあるのにそれが伝わらなかったり、すごく稚拙な言い方をしてしまって結果何も伝わらないみたいなことが経験としてあると思うんですけど、もうそういうのが毎日続いてたっていうような感じです。で、仕事で最初言語は身につくだろうと思ってたんですけれども、やっぱり仕事ってそもそも結果出さないといけないんで、結果出すためには例えばいちいちその言語を学んで何かをやるっていうよりかは、もうショートカットできるならどんどんショートカットする。なので語学も一緒に学ぶ余裕っていうのは全然なかったです。で、結局仕事で伝わらないことの恐れみたいなものが途中から勝っちゃって、そのなんていうんですかね、言語の通じなさみたいなところでだいぶ心をすり減らしてたような気がします。なので僕の場合は仕事以外に話す場っていうのをたくさん作りたかったので、いろんな人となるべく会って話すようにしてました。で、その時にコミュニケーションで伝わらなかったりした時に、その人から新しい伝え方だったり単語を教えてもらったりっていうのを繰り返しながら言語は上達していった気がします。で、その言語の学び方って人によっては座学でちゃんとしっかり勉強した方が身につくっていう方もいるし、僕みたいに実際に話して失敗してからそれを吸収していく、どんどん使っていくことで覚えていくみたいな方が向いてる人もいるので、そこはそれぞれの特性に合わせて言語の学習スタイルっていうのを確立していくのがいいのかなと思います。で、こういうふうに話してると僕が今すごい喋れるみたいな感じなんですけど、いや全然そんなことなくて、もう今も引き続き言語はめちゃくちゃ苦戦してます。特に日常会話自体はだいぶマシになってきたんですけど、ビジネス会話ってなるとまたちょっと一段とレベルが上がるというか、もう格段に上がるんで、もう毎日伝わらないこと、聞き取れないことばっかりです。はい。なのでもう一生勉強は続くのかなと思ってます。僕自身はいろんな国の人と話すのが好きだったりするので、今は英語と台湾ファーユーには引き続き触れるようにしていて、これからもいろんな国に行っていろんな人と話せたらなと思ってるので、語学自体は一つの趣味としてこれからも続けていくのかなと思います。次に台湾の交通事情と治安についてですね。まず台湾の交通に関してなんですけど、交通費とかに関しては全然日本とかより安いです。MRT での移動とかが便利やったりするんですけれども、タクシーも結構安かったりするので乗ることが多いです。で、バスに関しては結構運転が荒いので僕は苦手なんですけれども、割と電車だけでは行けないところまで網羅してるので、慣れると結構便利かなと思います。あと僕が好きな移動手段とかでいうと、レンタルサイクルの U バイク。台北は結構自転車で端から端まで行けたりするし、あと川沿い走るのが結構気持ちいいんで、僕は結構夜とかだと U バイクで帰ることとかが多かったりします。あとは台北から南部の高雄まで新幹線であれば1時間半ぐらいで行けちゃうので、僕が台湾にこれまで住んでて全体的に移動によるストレスっていうのがあんまりないっていうのが割と暮らしやすさに直結してるんじゃないかなと感じてます。あとはおまけとして台北から別の国、東南アジアとかのアクセスとかもいいので、
日本から東南アジア行くよりも若干台湾から行く方が航空券が安くなります。なので海外旅行好きな人とかにとってはちょっと嬉しいかもしれないですね。一点注意してほしいのが、車とかバイクの交通量ってめちゃくちゃ多いんで、結構事故が多発してるんですね。普通に台北市内歩いてても事故現場見かけるぐらいなので結構多いんですけれども、特に台湾の車とかバイクって車間距離が日本より全然狭くて、あと急に飛び出してくるケースっていうのも多いんですよね。なので日本みたいな感覚で歩いてると本当に危ないので、そこだけは気をつけてください。で、あと治安面なんですけれども、台北の治安に関しては割と僕の印象なんですけれども、夜市とか、比較的夜遅くまでやってるお店とかもあるので、結構老若男女問わず遅くまで外に出歩いてる人が多いなっていう感覚です。なのであんまり人気のない感じがしないんで、そういう点ではあんまり治安が悪いなっていうイメージはないです。ただやっぱり夜市でもスリあったりだとか、それなりに事件はあったりするので、他の国の海外旅行と一緒ですよね。基本的に夜遅くに人気のないところを歩かない、人が混雑する場所では持ち物に意識向けるっていうところなど、基本的な、最低限に自分の身とか持ち物は守れるようにしましょう。台湾の移住の感想になったのかどうかわからないですけど、そんな感じですかね。やっぱり台北に5年も住んでると、僕自身もだいぶしっくりくるようになったっていうか、その台北の生活自体はだいぶ馴染んできたなっていう感じがします。最初移住した時は、人が親切でご飯が美味しくてカフェ多くて山と海が近くてと、いろいろと台湾の好きなところを話してたんですけれども、今改めて感じる暮らしやすさっていうのは、どこに行くにしてもコンパクトにギュッとまとまってるなっていうようなところですかね。あとは人とも程よい距離感でいろんな人とも交流する機会が最近は増えてきて、台北は自分にとってはリラックスできる街なんだなっていうのを改めて感じています。ただいつまでたってもこの台湾で慣れないのは、もうとにかく蒸し暑いことと、雨の日が多いこと、あとは G が避けられないことです。もうこればっかりはちょっと苦手やな、厳しいなっていうところですかね。多分G が9割ぐらいの理由を占めてるような気がします。はい、そんな感じでいろいろとお話ししましたが、単純な暮らしやすさで言うと、言語的にもサービスの質的にも日本の方が圧倒的に暮らしやすいっていうのはもう間違いないと思います。ただどの国町にしてもその暮らしにおけるいまいちな点とか、いい点もそうですね、そういうのっていうのは絶対あると思うので、それを受け止めた上で自分なりのライフスタイルを形作っていくっていうのが、海外生活の大変なところであり、醍醐味でもあるのかなと思います。逆にやっぱりそこに面白みを感じない人は台湾に限らず長期の海外生活は結構厳しいのかなと思います。なので、もし台湾移住検討されている方は、オフシーズンですね、雨が多い時期とかに一度数週間ぐらい来てみて、まずは台湾プチ生活みたいなのを送ってみて、いろいろと自分が暮らすならこんな感じなのかみたいな感じで考えてみるといいのかなと思います。僕自身も実際台湾に移住するまでは自分が気になってた国に数週間ぐらい滞在してみて、ここの街で自分が暮らすならこんな感じなんだみたいないろいろと想像を巡らせながら、その土地で生活したりもしたので、まずは気になった方はね、実際行ってみるで数週間ぐらい生活してみるっていうのがおすすめです。そんな感じでですね、いろいろとお話ししましたが、今回の動画がこれから台湾移住を検討されている方の参考になれば嬉しいです。というわけで本日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。